皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日巡るお城は愛知県名古屋市にある名古屋城です。名古屋城は徳川御三家の一つ、尾張徳川家の本拠城でした。尾張名古屋は城で持つ金のシャチホコで有名なお城です。早速行ってみましょう。名古屋城の起源と築城についてです。名古屋城は現在の名古屋城二の丸付近に位置しており、16世紀前半に駿河遠江を支配していた今川氏によって築かれました。築城時期は大永年間1521年から1528年頃とされています。築城主は今川義元の父である今川氏親が尾張進出の拠点として熱田台地、名古屋台地の北西端に築きました。当初の名称は築城当時は柳の丸と呼ばれていたようです。初代城主は氏親の末子義元の弟とされる今川氏豊が据えられました。氏豊は鎌倉時代から名古屋を領有していた室町幕府宝光衆の家柄である今川名古屋市の養子に入ったとも伝えられています。今川氏豊による統治についてです。城主となった氏豊は尾張守護であった柴義達の娘を妻に迎え、柴氏と姻戚関係を結ぶことで周辺支配を固めました。氏豊はレンガや茶の湯、猿楽などの文芸を非常に好む風流な人物であり、柳の丸は公家のような雅な生活が送られる文化的な拠点としての側面を持っていました。当時、名古屋周辺、愛知郡などの広範な地域を支配下に置いていたようです。織田信秀による奪取、名古屋合戦についてです。1530年代、諸畑城主であり、信長の父である織田信秀が、この今川方の拠点を奪うべく、計略を巡らせました。信秀は、氏豊がレンガ好きであることを利用し、自らもレンガの友として頻繁に途上して氏豊の信頼を勝ち取りました。ついには、城内に信秀専用の闘竜場を与えられるほど親密な関係になりました。ある時、滞在中の信秀が急病で倒れたと偽り、家臣を遺言のために城内へ巻き入れたいと氏豊に頼みました。同情した氏豊が入城を許した夜、城内の手勢が火を放ち、城外の伏兵と呼応して一気に攻め立てたようです。騙し討ちです。この不意打ちにあった氏豊は命からがら脱出し、妻の縁を頼って京都へ亡命しました。こうして柳の丸は落城しました。城を奪った信秀は柳の丸を改修して名古屋城と改名し、本拠を諸畑城からここに移しました。1532年から1538年頃のことです。織田信秀が今川氏豊から城を奪った時期については説がいろいろあるようです。この奪取後、信秀はしばらく名古屋城を居城としますが、後に新城として古渡城を築いて移り、幼い織田信長が名古屋城の城主となりました。余談です。信秀が奪った後の今川氏豊はどうなったのでしょうが、織田信秀に柳の丸を奪われた後の今川氏豊については足取りが分かっています。京都へ亡命したようです。1538年、
天文7年頃、信秀の騙し討ちによって城を追われた氏豊は命乞いをして助けられ、京都へと逃れました。氏豊の妻は尾張仙台守護、柴義達の娘でした。当時、京都で隠居生活を送っていた妻の実家である柴氏の縁を頼ったとされています。氏豊が京都にいた時期、本国駿河では今川家の家督をめぐる花倉の乱が起きています。花倉の乱は今川義元が家督を継ぐ時に起きた乱ですが、氏豊はこの争いに一切関与していません。このことから彼は長期間にわたって今川宗家の動向とは距離を置き、京都に滞在し続けていたと考えられています。その後晩年には今川氏を頼って駿河に戻っていたことを示す記録があります。公家山科時次の日記である時次狂記の記述に、駿河の国の藤枝にいた今川名古屋殿へ病気見舞いの使者を送ったと日記に書いています。この今川名古屋殿が氏豊を指すとすれば、彼は1550年代半ばまでには京都を離れ、最終的に兄または一族である今川義元のもとに迎え入れられていたと推測されます。1560年の桶狭間の戦いが起こります。桶狭間の戦いは、今川義元が上洛を目指したとか、伊勢湾を含む経済圏の確保を目的としたとか、織田信長が今川義元を誘い出すために挑発したところを今川義元が三河に出兵したなど、いろいろ話があります。今川義元が尾張へ侵攻した真の目的の一つは、このように没落して戻ってきた氏豊の丘陵である名古屋城を奪還し、今川家の正当な領地を回復することにあったという考え方もあるようです。義元にとって名古屋城は、父氏親が築いた重要な拠点であり、それを不当な手段で奪った織田家から取り戻すことは、一族の執念でもあったと考えられます。なお、今川氏豊の正確な没年や最後の地については不明のままとなっています。織田信秀が奪還した後の名古屋城についてです。織田信秀が今川氏豊から名古屋城を奪取した頃の名古屋城は、織田氏の尾張支配における重要な拠点となり、若き日の織田信長の偉業として歴史に刻まれることになります。城を奪った信秀は名古屋城を改修して自らの本拠地としました。その後、信秀は同じ熱田大寺の東南に古渡城を築いて移り、天文11年、1542年から天文15年、1546年頃に幼い信長、まだ幼名は吉報氏でしたが、信長に名古屋城を譲りました。これにより信長は元服前から名古屋城の主となりました。織田信長時代の名古屋城は約20年間です。信長は1555年に清洲城へ移るまで人生の多感な時期をこのお城で過ごしました。13歳での元服。名古屋城主でしたが古渡城で儀式をします。14歳で初陣。三河大浜へ兵を出します。斎藤道三の娘、濃姫との結婚。初陣の1年後、信長15歳です。信長の主要なライフイベントの舞台となりました。信長が奇妙な格好で町を徘徊し、大宇助と呼ばれていたのはこの名古屋城時代です。父の信秀が1552年に死去します。家督を継いだ信長は名古屋城から出陣し、赤塚の戦いや加八の戦いなどで敵対勢力と戦いました。近年の調査では、信長が清洲に移った後も、城域が拡張されていた形跡があり、軍事上の拠点として存命中は重要視されていたと考えられています。
信長の後の城主は誰でしょうか？ 1555 年、信長が尾張の中心地であった清洲城へ本拠を移すと、城主は以下のように変遷しました。織田信光です。信長の叔父にあたります。尾張のうつけと言われた信長を兄の信秀に代わって支え続けました。清洲城奪取に協力した功績で名古屋城を与えられましたが、入城後わずか半年ほどで家臣の堺孫八郎に討たれました。次は林秀貞です。信長の筆頭家老、信光の死後、城代として置かれました。天正10年、1582年の本能寺の変からほどなくして名古屋城は廃城となりました。廃城後の約50年間、名古屋城一帯は鶏やキジが住み着き、鷹代わりに使われるようなあれや原野になっていたと伝えられています。1610年、慶長15年、徳川家康がこの地を新たな拠点として選び、西国大名らを動員した天下不振によって名古屋城が築かれました。名古屋城の遺構は、名古屋城の閣内、現在の二の丸付近に完全に取り込まれたため、地表からは消滅しました。現在、名古屋城の二の丸庭園付近には、名古屋城跡の石碑が立っています。余談です。名古屋城にいた頃の信長の気候についてです。織田信長は、名古屋城で過ごした少年期から青年期にかけて、その型破りな格好や振る舞いから、周囲に大うつけと呼ばれていました。大バカ者という意味です。まずはファッションです。資料から確認できる名古屋城時代の信長の主な気候や風体は以下の通りです。奇抜なファッションと風体をしていたようです。信長は当時の常識を無視した歌舞伎者のスタイルを好んでいました。服装は袖を外した浴衣びらに半袴を履いていました。足首までの長さの袴です。装飾品ですが、腰の周りには、火打ち石の入った袋やひょうたんを7から8個もぶら下げていました。髪は茶筅のように結い上げ、紅や萌え木色の派手な糸で巻き立てていました。さらに、朱色の鞘の太刀を履いたり、長江の太刀と脇差しを藁縄で腰に巻いたりしていたようです。街中での無作法な振る舞いが見られました。城下を歩く際も、およそ城主の着手とは思えない行動をとっていました。歩きながら柿や餅をかじり、食いしていたり、人に寄りかかったり、仲間の肩にぶら下がって歩いたりしていたようです。そして、父、信秀の葬儀で事件を起こします。18歳の時、織田家の菩提寺であった満昌寺で行われた父、信秀の葬儀において決定的な事件を起こしました。弟の信行、またの名を信勝と言いますが、折り目の正しい正装で参列する中、信長は前述のような奇妙な格好で現れ、仏前で将校をつかむと、父の位牌に向かって投げつけました。この暴挙により、親族や家臣たちの間で、例の大うつけという評価が確定しました。さらに、美濃の国の斎藤道三と会見します。濃姫との結婚の後、15歳から18歳頃の話です。斎藤道三は信長の舅です。会見場所の聖徳寺に向かう道中で、わざと虎川や氷川の袴を履いた大うつけの格好で現れ、道三を油断させました。しかし会見場所に着くと、密かに髪を結い直し、見事な正装に着替えて現れたため、道三はその非凡さを見抜き、驚愕しました。これらの機構については、単なる若気の至りではなく、信長の戦略であったとする解釈があります。
兄弟間の家督争いが激しかった戦国時代において、あえて馬鹿を演じることで敵対勢力から抹殺されるのを防ぐ高等戦術だったのではないか。身を守るための偽装です。歌舞伎者として街を徘徊する中で、家柄や身分にとらわれず、結束力の強い仲間、馬回り小姓を見極めて集めていました。これが後の前田利家や薩佐成政、池田恒興といった強力な信長軍団の基礎となりました。親衛隊の育成です。余談です。親衛隊、桶狭間の戦いの織田軍と今川軍の兵力差についてです。名古屋城時代に作られた信長の親衛隊がどのように機能したかという話です。1560年、永禄3年の桶狭間の戦いにおける織田軍と今川軍の兵力には非常に大きな開きがあったとされています。今川軍の兵力は4万5千人とか2万5千人などいろいろあります。対して織田軍の兵力は信長が率いた軍勢を2000人前後としています。兵力差の実態はどうだったのでしょうか。清朝後期では1000分の1の信長勢と表現されるほど圧倒的な差があったと強調されています。一般的には2万5000対2000人という10倍以上の兵力差があったと考えられてきました。しかし今川本体が織田軍の攻撃を受けて壊滅し、多くの重臣が討ち死にしている事実から、実際にはこれほど極端な差ではなく、兵力はそれなりに拮抗していたのではないかとする見解もあります。今川家の2万5千人は多くが武器や荷物などを運ぶ人で、すべてが戦闘員というわけではないようです。さらに言えば、今川家はまず織田方に囲まれている大高城に兵糧を入れるために三河に出陣したのですが、織田方は大高城を植えさせるために築城を設けていました。そのため今川義元はそれらの城を奪取する必要がありました。要するに兵力を各城に分散する必要がありました。今川本陣の戦闘員は2万5千人もおらず、実際は500人ほどではなかったかという話です。桶狭間の戦いは信長の正面からの奇襲とされていますが、実際の人数でいくと、織田軍2000人対今川軍500人の戦いであったということです。信長は名古屋城で過ごした青年時代に、後に彼の快進撃を支える基盤となる強力な親衛隊を育成しました。結成の背景は、父信秀の急逝後、それまでの家臣たちが次々と離れていく中で、信長は自らの手足となって働く結束力の強い軍隊を作る必要がありました。親衛隊の構成は馬回りと小姓がその中核を成していました。信長が歌舞伎者として街を徘徊していた頃の遊び仲間や身近な若者たちでした。次男三男などが抜擢されました。主なメンバーには前田利家、薩佐成政、戸田勝成などがいます。身分に関わらず実力主義で運用されていました。1556年の伊能の戦いでは、敵の1700人に対し信長はわずか700人の軍勢で完勝を収めました。桶狭間の戦いにおいても、今川義元の本陣へと突進した軍勢の多くは、信長直属の馬回りや小姓たちであったとされています。信長が若き日に名古屋の地で歌舞伎者として振る舞っていたのは単なる気候ではなく、将来を見据えて信頼できる仲間を見極め、鍛え上げるための準備期間の一面もありました。兵士の構成員が次男三男ならば、農地に帰って土地を耕す必要もありません。当時は、農民が暇な時に戦争に駆り出されるのが基本でした。しかし、信長の親衛隊は、農地に帰る必要がないので、年中戦争ができる状態であったという利点もあったようです。織田信長と徳川家康、幼名竹千代が人質時代に交流したという逸話は歴史的な裏付けが乏しいものの、
名古屋の歴史における非常にロマンあふれる物語として語り継がれています。天文16年1547年、6歳の竹千代徳川家康は今川氏への人質として送られる途中で、裏切りに遭い、信長の父織田信秀のもとへ送られました。竹千代はその後約2年間、織田家の菩提寺である満昌寺、当時は名古屋城の南側に位置にあったそうですが、ここで人質生活を送りました。当時、名古屋城主であった8歳年上の信長は、この満昌寺をしばしば訪れ、幼い竹千代と交流したと伝えられています。大うつけと呼ばれていた青年時代の信長が、利発な少年だった竹千代を可愛がり、境内で相撲を取ったり、乗馬を教えたりして共に遊んだというエピソードが有名です。信長は生涯を通じて相撲を非常に好んでいたという史実があり、この逸話の背景となっています。この幼少期の名古屋での出会いがあったからこそ、後に今川氏から独立した家康と信長が、戦国時代でも稀に見る強固な信頼関係に基づく清須同盟を結ぶことができたのだという解釈が一般的になされています。信長と家康ですが、人質交換により別れの時が来ます。天文18年、1549年、信長の異母兄である織田信弘との人質交換によって竹千代は今川方へと引き渡され、駿河へと移っていきました。織田信長が1555年に名古屋城から清須城へ本拠を移した主な理由は、清須が当時の尾張国における政治、経済、交通の中心地であり、尾張統一を進める上で最重要の拠点だったからです。具体的な背景と理由は以下の通りです。尾張の中心地としての重要性。清須は長らく尾張の守護所、政治の拠点が置かれた場所であり、鎌倉街道と伊勢街道が合流する交通の要所でもありました。当時の尾張において、清須を制することは尾張支配の正当性を得ることを意味していました。1554年、清須城主の守護代織田信友が信長と結ぼうとした守護、司馬義澄を殺害するという事件が起きました。信長はこの主君を殺した謀反人の討伐という大義名分を掲げて清須へ攻め込み、奪取に成功しました。信長は、叔父の織田信光と協力して清須城を占領した後、信光にそれまでの異常であった名古屋城を譲り、自らは清須城に入りました。これにより、信長は名実ともに、尾張下与郡の支配者としての地位を固めることになりました。信長は経済面を非常に重視しており、水上交通環境に恵まれ、行政、経済の拠点として発展していた清須城を本拠とすることで、さらなる勢力拡大の基盤を築こうとしました。このように名古屋城は信長の少年期から青年期を支えた重要な城でしたが、天下取りや尾張統一という次のステップに進むために、より中心的な機能を持つ清須城への移転が必要だったと言えます。1582年、本能寺の変後、名古屋城は廃城となりました。関ヶ原の戦いの後、なぜこれほど強固な城を築く必要があったのでしょうか。一つ目に徳川家康が1610年に名古屋城築城を命じた背景には、単なる拠点の整備を超えた対豊臣を主眼とした極めて攻撃的かつ緻密な戦争戦略がありました。なぜ家康はわざわざ清須という既存の拠点を捨ててまで名古屋に巨大城郭を築く必要があったのか、その真意を探りたいと思います。関ヶ原の戦いで勝利したとはいえ、大阪には豊臣秀頼が健在であり、豊臣家の影響力は依然として西日本に強く残っていました。
名古屋城は大阪の豊臣家が同心しようとした際、真っ先に立ちはだかる最強の防波堤でした。圧倒的な広さと強固な石垣を持つ名古屋城は、徳川の軍事力が豊臣家をはるかに凌駕していることを視覚的に突きつける役割を果たしました。清洲越しの断行です。都市機能を丸ごと名古屋へ移した清洲越しにより、家康は清洲城を無力化し、防衛能力が格段に高い名古屋へと戦略の中心を完全に移行させました。徳川と豊臣の間を揺れ動く大名を減らす狙い、そして自己の防衛力を高める狙いがあったようです。二つ目に、天下の喉元を抑える地理的戦略です。名古屋は当時の日本における地政学的な要でした。東海道、中山道の交差した場所です。江戸幕府の拠点と大阪の豊臣家の拠点をつなぐ主要街道が交差する位置にあります。ここを抑えることは、軍勢の移動と情報網の支配を意味しました。また物流の拠点でした。熱田港に近いことから、海路を使った物資供給も容易でした。万が一の籠城戦においても、兵糧や兵器を安定して補給できる堅城としての条件を完備していたのです。三つ目に盤石な体制の仕上げです。家康にとって名古屋城は自らの引退後の徳川の安泰を確実にするためのプロジェクトでした。尾張徳川家の創設です。旧南徳川慶喜を名古屋城の城主、尾張藩主に据えました。これは徳川家の中でも最高位の御三家の筆頭として、大阪からの脅威に備える守護神の役割を与えたことを意味します。そして名古屋城の不振は天下不振でした。日本中の大名に不振を分担させることで、大名たちの財力を削ぐと同時に、徳川家への服従を誓わせる権威づけの儀式でもありました。関ヶ原後の徳川家にとって最大の不安要素は西国大名と豊臣家の結びつきでした。名古屋城はその結びつきを物理的に分断し、江戸幕府が日本全土を支配する体制を決定づけるための最終防衛戦兼権力の象徴だったのです。歴史的に見れば、この築城こそが豊臣家滅亡へのカウントダウンであり、徳川260年の平和を導く布石であったと言えます。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りはいかがでしたでしょうか？ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは清洲城です。ご期待ください。